それでは変数の利用について見ていきましょう。今まで変数を使用しない場合はこういうような形でやってきましたよね。で、ここに結果が出るというような形で、この20の結果を利用するというようなことはできなかったですね。で、変数を使用すると、一旦こちらの方に記録しておいて、そしてそれを使うということができてきます。で、ここで、これを実行すると、ここで10というような形で結果が出ますよね。こういう形でできるんですね。で、ここで、こういうようなプリント命令などの中に A というのを入れてやって、それを表示するということが可能になってくるわけです。それで、例えば、ここで、B という数字に20を入れて、ここでプリント、A プラス B っていうような形で、式の中に使用できるというような利用方法ができます。で、ここで、プログラムでここで10と設定しておいて、後でここを A を20に設定すると、ここではここまでは A は10であるけども、これ以降は20になるというような形で値が入れ替わります。そうするとここで結果が40というような形ですね。そして、ここで、プリント命令ですけども、これを A と B をですね、表示するやり方として、今までここでプリント A というような形にしましたよね。ここでこういう形で A と B を表示するということが可能です。ここでですね、こういう形になってきます。で、ここで、コメントも入れたいといった場合ですね、文字列として、ここに、例えば A イコール、そしてここで文字列表示として B イコールというような形での表示も可能です。こうすると A イコールがここですね。で、A の内容をここにというような形で、使うことができます。そして文字列だけでなく、数値だけでなくですね、文字も変数の中に入れることができます。例えば W として、ここで、テクストデータっていうような形ですね。こういう形で、入れることもできます。これ実行すると、ここに W にテキストデータというのが入って、ここで実行した結果となります。